はい、こんにちは。山下夏実です。4月12日日曜日。この日は平塚海岸でスキムボード練習していきました。波サイズはそこそこあって、波が少しばらけてて、そこが難易度高かったかなっていう感じなんですが、かなりちょっと癖はあったんですが、いい練習できたんじゃないかなっていうふうに思います。基本最後の巻きが甘いんで、ワントリックっていうのをメインで狙っていく感じだったかな。ターンして最後巻かないとこ過ぎたらトリック、これ最後3ショービットまで来ましたが、干潮でもそこまで潮が低くなりすぎてないっていう感じで、干潮前ぐらいなんですけど、今はこの辺りの時間が一番良かったかな。波質的に流しラップライン両方取れる時間だったかなと思います。この時間が一番。これとかもいいんですね。しっかりダウンザライナー。このデッドウォーターを過ぎてうまく合わせる。これちょっとデッドウォーターのところで思いっきり詰まっちゃいましたけど、基本はデッドウォーターを回避したりとか、デッドウォーターに対処しながら乗るっていうスタイルだったかな。これとかは悪くなさそうだね。インサイド気味でライナーオーリー、最後がなかなかえぐいからね、ここをちょっと耐えるのが難しかったかな。波によって全然それが違ったりとかがあったから、そこを合わせながらやるっていう感じでしたね。見極めたりとかいいですね。軽いライディング、しっかり3ショービットまでチャレンジしていく。これは2枚波、ギャップと裏の波のピッチがすごい短いから、こういうやつが一番難しいかな。しっかりラップラインまでは取れてるからいい感じではあると思います。最後オーリー着地。これは基本はこのオーリー系の着地と3ショービットをターンの締めで狙っていくっていうのがメインかな。普通に降りると今みたいにね、落差で弾かれてやられることが多かったので、しっかりそこはトリックで合わせていく感じ。これはターンしてトップから180、いい狙いでしたね。かなり180も高かったと思います。今のはデッドウォーター気味なサンドのとこで置いて狙っていく。これちょっと波よれてるから分かりづらいけど、一応ライナー側。ただ今2、3枚ぐらいかな、波重なったから、ちょっと初期位置からだいぶずれましたね。いいところがこれもずれたんですが、これは軌道修正が逆に綺麗にうまく間に合ってラップしっかり取れた感じです。今のいいと思います。これとかはどんどんつま先側に軌道修正してって、ややライナー気味なとこ探して、さあこれはちょうど切れ目でラップラインいいですね。巻いてないけどしっかりラップラインは取れてます。かなりいい感じだと思う。これはフロントサイド、ややスープ気味なとこに当ててパンピングで波の前に出ていく。いい感じです。これはちょっとブレーク早いからフロント側に切り返すかな。これはラップライン側だけど、ここが巻かないから最後エアーで前に出る。シフティオーリーも交えながらって感じですね。ギャップ1枚超えて、これ一番難しいね。こういうね、直前の波でよれってね、いきなり割れなくなることとかもあったから、そこを読むのはかなり難しかったかなっていうふうに思う。もともと狙いがややスープの上崩れの場所だったんでね。さあこれ危ないですね。そう、デッドウォーターがすごいからテイクオフミスとかもあった。でね、ちょっとさっきのテイクオフミスで
そう、これ膝、結構打撲思いっきりしちゃって、この辺ずっとね、最後の方までかな。ずっと痛みが結構ひどかったんですが、ちょっとそこに耐えながらやってる感じです。そう、見るとね、わかるかもしれないですけど、この辺からね、前足の踏ん張りがあんまり効いてないんで、まあ、ある意味、そういう時にどういう風に狙っていけるかなっていうのを試してましたね。結構走るのも痛かったんですが、この日。まあ、サーフィン並みよりスキムの方が全然取れるかなと思ってたんでね、スキムやってます。皆さんはちょっと気をつけてください。まあ、痛みがあったらそんな無理しない方がいいと思うんで。これはライナー側。オーリー。これもライナー側かな。これはリッピングスピナーか。ブレイクが早かったからリッピングスピナーでラップ側狙ったけど、逆にレールが抜けちゃったかな。スピナー入れたことによって。ややかかと側に軌道修正をしながら当て込んでターンしていくスタイル。今のすごい難易度高い狙い方なんですが、まあ、チャレンジとしてはいいと思います。これは直前につま先軌道修正。うまいですね。で、最後、ホップの高いスリーショービット。さあ、ターンして、ラップラインまで行ってワンアクション。ライナー側に向かってターンして、スリーショービット。今のホップもかなり高かったかな。さあ、これは唯一残ってる場所をうまく探しましたね。で、180狙い。危ないですね。さあ、だいぶ斜めに行きながら、今度は180。成功ですね。今度は高さはある程度下げたんで、しっかり抑え込みましたね。これはサイドウェイ、長い、いいですね。直前に軌道修正も入れて、ライナー側で最後オーリーでコンプリート。これもいいですね。パンピングでうまく合わせて、最後えぐい。エアのタイミングがずれましたね。これはラップラインだけど、これ途中で消えるから難しいね。これ当てんならもうちょい右で当てた方がいいですね。最終地点ぐらいで今のはターンしてたんで、まあ結果論だけど。だからもうちょい右で合わせてっていうのが今のだったら正解かな。これはライナーがうまい。最後ホップの高いスリーショービット、トップから狙いましたが、さすがにメイクはできず。こういう攻めのトリックも交えつつって感じ。これはフロントサイド。軌道修正をしてラップライン。最後2枚重なるところに向かってチューブを狙っていく。いい狙いではあったかな。これは2枚並み。ギャップを越えた裏をすぐ狙って、ライナー側、ワンアクション。いいですね。フロントサイド、ライナー気味なとこかな。パンプしてしっかり開いてくるところを捕まえている。まあ、これは先日伊豆トリップ行った時に掴んだというよりかはまあ感覚が良かったラインの取り方ですね。今のフロントは特に。これもフロントかな。うまいですね今の。あえてターンした直後ぐらいにレールを抜いて波のパワーに持ってってもらいましたね今は。でその後にレールを入れました。
ターンしてワイディ、高い。ラップライン。いいですね。ナイスラップライン。今のは。よれてるところだけど、しっかり捕まえていく。こんな感じでスキムをやりつつって感じだったんですが、ちょうどこの辺りの時間かな。この辺りの時間でちょっと風がある程度入り始めたっていうのもあったので、風面になってきてるので、波が。一回ちょっと沖に出てチャレンジしていったんですが、かなりその難易度が高かったかなといった感じでした。波待ちに対してのその波の来るクオリティ自体がそこまで高くなかったので、この日はこの辺で練習終わっていきました。なかなかちょっと膝の痛みとかもあったんでね、踏ん張り効かないとか怪我した時は皆さんはあまりやらないようにした方がいいかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。